やっほー、皆さんこんにちは、くみです。今回の動画も見に来てくれてありがとうございます。今回は私のポッドキャストエピソード11撮っていきたいと思います。今日の日付は4月の15日です。4月15日の火曜日にこのポッドキャストを撮っています。皆さん、今週1週間どうでしたか？はい、私は週末にスペイン人の私の学生さんがですね、今日本に旅行中で大阪にも来てくれて、大阪でね私の街の近くを案内してあげたりとか、大阪のソウルフード串カツを食べに行ったりだとか、いろいろ案内することができました。はい、考えてみたら私今ね16人17人の17人か17人の学生さんとこうして対面で会うことができてるんですね。はい、その私が海外に旅行に行った時にその旅行先で会った生徒さんもいるし、生徒さんが逆に日本に旅行に来てくれた時に大阪にも遊びに来てくれて一緒に会ったりとか、それで17人の学生さんともう対面で会ってるんだって改めて感じるとすごく多いですね。やっぱり生徒さんにこうして対面でもお会いすることができるってすごくいいなって嬉しいなって感じることができました。はい、そんな楽しい週末を過ごしていました。はい。で、私、先週の土曜日の夜ですね、前回のポッドキャストを出したんですけど、その動画すごくね、ありがたいことにたくさんコメントをいただいて、幸せだから笑顔になるんじゃなくて、笑顔だから幸せがやってくるのですっていう文章をね、みんなにシェアしたんですけど、その文章を聞いて、みんなが自分も笑顔でいいよっていう風に思いましたとか、なんか今すごく大変な時期だけど頑張ろうって思いましたとか、そういうポジティブなコメントをいただいてですね、私も本当に元気になったし、みんなからのコメントで勇気をもらいました。いつもコメントをくれる皆さん、本当にありがとうございます。はい。で、今回の動画はですね、そんなポジティブな要素の動画とはちょっと打って変わって、ちょっとだけネガティブなお話になっちゃうかもしれません。でも、なるべく笑顔でお話ししていきたいなというふうに思っています。はい。タイトルにもある通り、最近私がモヤモヤっとしたことについてお話ししようと思っています。モヤモヤするっていうのはちなみにみんな意味わかるかな？モヤモヤするっていうのはなんか心の中でずっと何かについて考え事をしている時の表現だったり、なんか怒ってはないんだけどちょっとちょっといい気分じゃないですね。確実にいい気分じゃないそういう時にモヤモヤするっていうオノマトペを使うことができます。例えば友達と喧嘩をしてしまってモヤモヤしてる。友達に対して怒ってるんだったらイライラしてるっていうオノマトペを使うことができます。イライラしてるは怒っている時に使うオノマトペです。そうだけどモヤモヤしてるって言ったとしたら、それは友達に対して怒ってるんじゃなくて、友達と喧嘩をしてしまったっていうことに対してちょっと自分の中で気持ちがあまり良くない、なんか後悔しているだったり、なんで喧嘩しちゃったんだろうってたくさんいろんなこと考えてる時に使えますね。あとは仕事がうまくいかなくて今日はちょっとモヤモヤしてるとか、はい、そういう風に使うことができます。で、私がなんでモヤモヤしたかっていうと、もう最初に結論から言っちゃうんですが、私動画をね YouTube でこう動画を見てたら、この動画私の動画をコピーしてないっていうような動画を見つけちゃったんですよ。なんかそのタイトルとかサムネイルってみんなわかるかな？その YouTube のさ、一番最初に表示される画像のことね、一瞬が表示される画像のことをサムネイルって言うんですけど、そのサムネイルに書いてある単語とかも私のリアルジャパニーズポッドキャストって書いてるんだけど、それと全く一緒で、動画のタイトルもネイティブのリアルな日本語、全く一言一句一緒。そうで、その動画を見つけた時に私の動画かなって思っちゃうぐらいに全く一緒だったんですよね。で、動画をクリックしてみたんですよ。でそしたらその人も
なんか本当に私のいつも話してる自然なスピードで、リアルなスピードでお話ししていくね、みたいな感じでおっしゃっていて、全く私の動画のコンセプトと似てたというか同じだったんですよね。私も本当にいつも使ってる自然な話し方、スピード、言葉遣いでお話ししますっていうのが私がすごく大事にしていることなんですけど、そのコンセプトも一緒で、私の一番のこだわりだった字幕ね私は編集はちょっと大変だけど、みんなが CC のボタンを押したら自分の好きな字幕をつけられるじゃないですか。だからその日本語の字幕を私がもともとつけとくことで CC の字幕と一緒に見ることができて、同時でね2種類の字幕で楽しんでもらえるかなと思って日本語字幕をつけてるのと、難しい漢字の読み仮名はちゃんと振っておこうと、読み仮名をつけておかないと、私すごいスピードで話してるから読めなかった漢字があった時にみんながあれなんて読むんだろうって思った時にさ、読み仮名がなかったら分かんないじゃん。だから難しい漢字には絶対読み仮名をつけておこうとか、そういうこだわりがあってつけてたんですけど、その字幕の付け方も全く一緒だったんですね。白い背景に黒い文字で、難しい漢字にはカッコして読み仮名がしてあるっていう感じ。そうで、それを見て私はこれって完全に私の動画コピーされてないって思っちゃったんですよね。で、その時モヤモヤっとしたわけです。その人に対して怒ってるとかは全然ないんだけど、ちょっとモヤモヤってあれれって思っちゃったんですよね。で、私がなんでここまでモヤモヤしたんだろうっていうのを考えてみると、市場調査ってみんなわかるかな？市場調査っていうのはビジネスとかでもそうなんですけど、何か新しいことを始めるときに絶対にみんながすること、企業がすることって、今の世の中の中でどんな商品が人気なのか、どんな商品がトレンドなのか、どんな商品が流行っているのかっていうのを絶対にねリサーチすると思うんですね。例えば、私がじゃあトヨタ、車を作る会社のトヨタで働いてるとして、新しい車を作ろうってなった時に、まず一番最初にするのは、今世の中の人がどんな車が買いたいのか、どんな車が欲しいのか、どんな性能の車が人気があるのかとか、どんな色が人気があるのかとか、値段はどれぐらいのね値段の車がよく売れるのかとか、そういうのを調査しますよね。それが市場調査です。はい。で、ついでに言うと、その市場調査をするときに多分絶対に見るのが、ライバルの会社、こんなライバルの会社があるんだなとか、そのライバルの会社の車はこういう機能があるんだなとかね、そういうのを見るじゃないですか。で、そのライバルの会社のことを競合他社っていう風に言います。はい。だから、私がトヨタで働いてるとしたら、トヨタの競合他社は例えばホンダとかになるんですよ。はい。同じように車を作ってる会社、世界的にすごく人気なメーカーになるじゃないですか。そう。だから、そういう風に何かを作り出すときって、必ず市場調査をして競合他社を調べてっていう風にしていくと思うんですね。で、私も YouTube でポッドキャストを始めようって思ったときに市場調査をしたわけなんですよ。はい。で、実際にさ、私も YouTube で日本語のポッドキャストとか検索したり、ジャパニーズリスニングって検索したり、ジャパニーズポッドキャストって検索してみたり、で、どういう風な動画が出てくるんだろう。で、人気のポッドキャストはなんで人気なんだろう。そう。どんなことを話してるんだろうとか、そういう風にたくさんリサーチをしたんですよね。で、私がそこで感じたのは、そのジャパニーズポッドキャストって検索してたくさん出てくるのが、すごく優しい日本語のポッドキャスト、優しい簡単な日本語でゆっくり話してるポッドキャストっていうのはたくさん見つかったし、あとは自然なスピードで話されてるポッドキャストが何個かあったんですけど、そのポッドキャストは私からしたらすごく丁寧な綺麗な日本語でお話しされているなっていう印象だったんですね。で、やっぱり人気なポッドキャストってそれぞれにすごく良さがあって、それぞれのポッドキャストに魅力があるなっていう風に感じたんですけど、私がそこで考えたのは、
自分にしかできないなんかユニークなスペシャルなポッドキャストにしたいって思って、リアルなね、私が普段使ってるような日本語の言葉遣いでスピードで話し方で話してるポッドキャストっていうのがあんまりないなっていうか、あんまりっていうか全くないなって思ったので、そうなので私はそれをコンセプトにしてポッドキャストを作ったらどうだろうって思ったんですね。はい。で、私の鳥取県について話してるポッドキャスト、一番最初のポッドキャストをね、そういうテーマでお話ししたんですけど、その時も例えばじゃあ動画を作り終わってサムネイルを作ります。サムネイルを作る時は、サムネイルってさ、みんなほんと一瞬、その画像って一瞬しか表示されないんだけど、その一瞬の画像を見てみんなクリックするかクリックしないかを瞬時に判断してるんですよね。だからどれだけいい動画を作ったとしても、サムネイルが全然良くなかったらみんなクリックしようって思わないんですよね。だから私なりにどういう言葉をそのサムネイルの画像の中に入れたらみんなが興味を持ってくれるんだろうとか、タイトルも同じで、タイトルもさ、そんな長いタイトル作れないじゃん。だからどんなキーワードにして私の動画の要素を伝えることができるんだろう。そしてみんなが検索した時にそのキーワードが引っかかるんだろうって、ヒットするんだろうっていう風にたくさん考えて試行錯誤してできたリアルジャパニーズポッドキャストっていう名前と、タイトルもネイティブのリアルな日本語っていうタイトルをつけようとかね、そういう風に考えたんですね。で、その動画をじゃあアップしました。そうするとみんなからたくさんのコメントをねいただいて、本当にこんなチャンネルを待ってましたとか、こんな自然な日本語を話してるポッドキャストをずっと探してましたって、本当に見つけて嬉しいですっていうようなありがたいお言葉をたくさんいただけて、私がやった市場調査っていうのは間違ってなかったと、私が感じたこうしたらいいんじゃないかっていうのはやっぱりみんなが求めてたものだったんじゃないかって、ここですごい私の努力が実った気持ちになったんですね。はい。ちょっと難しい単語使ってるけどついてこれてるかな。そう。だからこそ私は私のこだわりがねたくさん詰まったポッドキャストの今エピソード1からエピソード10まで出してきて、そのエピソード10までのシリーズになってたので、そのシリーズ化をするために毎回同じサムネイルと動画のタイトルもこれをパッて見た時にみんながペコペコの動画だって、ペコペコのポッドキャストが出たぞって思ってもらえるように、そのサムネイルも一貫性を持って作っていたんですけど、はい、なんかねそれをやっぱりすごいたくさんこだわり抜いて考えていろいろやったことだったから、全く同じようにコピーされてるのかな、わかんない。その人は本当に私の真似をしてるのかわかんないけど、私にはそういう風に感じちゃったんだけど、そういう風にコピーされちゃうとすごいモヤモヤってしてしまったんですよね。はい、本当にその人がね私の動画を見て真似してるのか、ただ参考にしようと思って、でも参考にって言っても全く一緒だったけどやってるのかわかんないんですけど、そうなんか私としてはちょっともやっとしちゃったっていうことなんですね。はい。でも私がここで言いたいのは、真似することが悪いことじゃないんです。だって私も他の人の動画を見てインスピレーションをもらって、その動画から私もじゃあこれを作ってみようってね、なんか参考にすることはあるんです。例えば私のこの前出したアウトプットのトレーニングの動画あったと思うんですけど、その動画もね実はある動画を参考にして作ったんですよ。でそれは日本語のポッドキャストではないんですけど、英語学習者向けに出してる動画を私はよく見るんですけど、英語学習者向けの動画で瞬間英作文っていうね動画があってですね、何個かで、その瞬間英作文を実際に私も使ってたんですよね YouTube で。
でこのトレーニングめっちゃいいなと思って、これを英語バージョンじゃなくて日本語学習者向けに作ったらすごくいいんじゃないかなって、そこから私はインスピレーションを得て、でもそのスタイルを全くコピーするのはちょっと違うなって思ったので、私なりにもっとこの動画になんかペコペコ Vlog らしさを出すとしたらどうしたらいいだろうっていうのを考えて、例えば英語の音声があって、その後に3秒後に日本語の音声が流れるっていうようなシステムだったと思うんですけど、英語の音声はちょっと私英語が上手じゃないので AI に読んでもらったんですけど、日本語の部分は AI に読んでもらうんじゃなくて、私の音声で私が感情を込めて、その時のシチュエーションを想像しながら私の音声で読み上げた方がみんなにとってもっとイメージがしやすいんじゃないかなって。アクセントとかね、もっと AI の声よりもスッとすんなり頭に入るんじゃないかなと思って、私は100問ね一生懸命音声をレコーディングしたんですで、そしてただ丁寧な表現だけじゃなくて、やっぱりカジュアルな表現、私のチャンネルのモットーとしては本当に生きた日本語を勉強してほしいっていうのがモットーなので、ただやっぱ教科書みたいな綺麗な日本語だけじゃなくて、私が友達に言うんだったらなんて言うんだろうっていうのを考えて、カジュアルな表現も付け加えてみたらどうだろうとかね、そういう風に私なりにすごくアレンジを加えて出したのがこの前の瞬間アウトプットトレーニングの動画なんです。だからそういう風に私も誰かの動画を参考にして自分の動画を作っていくことはいっぱいあるし、これからもねたくさんの動画を参考にすると思います。私、YouTube に限らず世の中のものって全てオリジナルのものがあって、それをね他の会社がいろいろ調査して、じゃあ自分の会社っぽくしていくにはどうしたらいいかっていうのを加えて改善していって、どんどん新しい商品ができているわけですよね。だからそれが世の真理というか、それは起こって当たり前のことなんですよ。なので全然参考にされるのはいいんですけど、だけどやっぱり参考にするのと完全にコピーするのはちょっと違いますよね。っていう風に感じました。で、私はその日一日ちょっとモヤモヤっとしてたんですけど、ある生徒さんにね相談したんですよ。こんなことがあってさっていう風に。そしたらその生徒さんがアドバイスをしてくれたんですけど、今はねちょっとコピーされちゃったかもって思うかもしれないけど、やっぱりもう私ができることとしては、その人のチャンネルを気にすることじゃなくて、自分がもうできること、自分のチャンネルをじゃあもっとどういう風にしたらペコペコ Vlog らしさが出せるか、とか、もっとどういう風にしていったら私の動画、私のチャンネルに魅力をねみんなが感じてもらえるようになるのかとかね、そういう風に自分にできることをもう考えていくことだけかなという風に思いました。はい。なので今回の件ですごく逆にやる気をもらったんですよね。もっとみんなにとってペコペコの Vlog の動画ってめっちゃいいなって思ってもらえるような動画を作りたいって思ったし、今後もね多分リアルな日本語のポッドキャストみたいなのって絶対増えてくると思うんですね。そのコンセプトが広まっていくことはすごくいいことだと思うし、みんなにとってもたくさんいろんな人のリアルな日本語を聞くことができるので、とってもいいことだと思うんですけど、私はやっぱりそのリアルな日本語のスピードと話し方と言葉遣いを大切にしていきますっていうコンセプトでこのポッドキャストを始め出した一人として、やっぱりみんなに見てもらった時に、なんかやっぱリアルな日本語のポッドキャストっていっぱいあるけど、なんかペコペコの動画が面白いなとかなんかペコペコの動画って他とちょっと違う魅力があるなとかって思ってもらえるような動画をこれからもっともっと作っていけるようにしていきたいなって改めて感じることができたんですね。
だからめっちゃ今回の件はすごく自分にとって良かったなって思っています。なんか私のチャンネルにしかない色をね、どんどんつけていきたい。ペコペコ Vlog らしさをもっと作っていきたい。ポッドキャストだけじゃなくて、私そのアウトプットのトレーニング動画を出してみたり Vlog を出してみたりいろいろやってるんですけど、これからももっといろんな種類の動画を作ってみんなの日本語の勉強に、あとは日本語を勉強する時のマインドの面でもみんながこの動画を見ると日本語の勉強を頑張ろうってモチベーションがもらえるなって思ってもらえるようなチャンネルにしていきたいと思っています。はいはい、そんな感じですかね。すっごい今日いっぱい熱が入っちゃって、なんかたくさんめっちゃベラベラって語っちゃったんですけど、難しい単語もあったと思うし、みんな最後まで聞き取れましたかね。本当にここまでね、聞いてくれた皆さんありがとうございます。感謝してます。みんなにとって本当にいい動画を作れるように頑張ります。で、あと最後に一つだけ、私ずっとマイクがね、YouTube のポッドキャスト用にマイクが買いたいんですけど、まだちょっと早いなと思ってて、もう少しチャンネル登録者が増えてから、それまで頑張って、その私の頑張ったご褒美として、マイクをね、ゲットしたいっていう風に考えてるんですよ。なので、私のチャンネル登録者が今やっと1万7000人ぐらいになったのかな。で、私の今年中の目標が10万人って掲げちゃったもんなので、まだまだ足りてないんですよね。はい。で、皆さんの協力が必要なんです。なので、ぜひチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。私のチャンネルの視聴者さんは、ちなみに、この動画を見ている人の 60% はチャンネル登録してくれてます。ありがとうございます。で、40% の人は、ペコペコの動画を見てるけど、チャンネル登録まだできてない人なんですね。おかしい。なんでそう。なので、あれ忘れてたっていう人も絶対いると思うので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。はい。みんながより聞きやすく私の動画を楽しんでもらえるようにマイク買いたいと思ってるので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい。じゃあ今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。最後まで聞いてくれた方、本当にありがとうございます。今回の動画も少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価とコメントをお願いします。はい。みんなが最近もやっとしたことについてだったり、もやもやするっていう単語を今日習ったっていう人は、もやもやするの例文を考えてね、私のコメントに書いてくれてもいいです。はい。そういう風にコメントをたくさん残してくれると嬉しいです。はい。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。